皆さんこんにちは。ナレーターのとはいえです。先日出かけた広島旅行、厳島神社や宮島の風景は本当に素晴らしかったです。その Vlog はパート1、パート2に分けてすでにアップしていますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。その広島旅行中に素敵な喫茶店にも行ってきました。今日は喫茶店巡り第6弾、広島の老舗喫茶朝日コーヒーサロンさんへ行ってきた様子をご紹介します。ということで、ただいま電車に乗って移動中です。広島といえば路面電車の街、至る所バラエティに富んだ電車が走ってるんですけど、私が乗った電車はこんな3両編成の長い電車でした。八丁堀という電停で下車して、ここから徒歩 1,2 分のところに今日のお目当ての喫茶店があります。商店街のアーケード下に縦看板が見えてきました。朝日コーヒーサロンって書いてあります。わかりやすいですね。お店の入り口はこんな感じ。地下にあるんですね。地下に潜る老舗喫茶はワクワク度がさらに増します。階段を降りて中に入ってみました。わあ、コーヒーカップがいっぱいあります。お店の方に案内されて、ここの席に着きました。椅子に座ってまず目を引いたのがこのベンチ席の張り地です。なんて可愛らしいんでしょうか。喫茶店の椅子がベルベット生地の張り地だとなんだか嬉しくなるんですが、これは想定の上を行く嬉しさです。立体的な織り生地ですね。グレーやからし色などの色使い、そして地色の赤というか朱色というか、その布地が反対側にある一人掛けの椅子の張り地と同じ色です。この赤い色がお店の中でとても効果的に使われています。広島といえば赤なんですよね。今回観光して感じたことなんですけど、街行く人が着ている野球のユニフォームの赤、大自然の中の厳島神社の赤、とにかく広島は赤がシンボル的なカラーです。このお店ではそれがとっても素敵なインテリアとして全体に馴染んでいます。このお水のグラスもコースターにもオリジナルのお店のロゴが施されています。喫茶店巡りをしていますと、こういうのに弱いんです。最初からここにしかないおもてなしです。お水をいただいた際にオーナーの方とお話しさせていただくことができました。女性の方なんですけど、とっても素敵な方でした。観光で来られたんですかと聞いてくださって、来る前からこちらに寄せてもらおうと思って来てみたんですとお話ししましたら、大変喜んでくださいました。他のお客さんに配慮しながらということで許可をいただいて、こうして撮影配信をしています。このお店の天井や壁がちょっとデコボコとしていて、まるで洞窟の中にいるような感覚です。そして天井から下がっているペンダント照明、縁がひらひらとした金魚鉢のようなレトロランプです。お店の中のテーブルや椅子などはすべてオリジナル家具なんだそうです。道理で布使いも統一されていたんですね。
さっき目を引いたお店の入り口付近の写真です。左奥にはガラスケース、美味しそうな焼き菓子が売られていたり、手前には雑誌などが読めるような棚があります。こちらはその反対側、たくさんのコーヒーカップやグラスが並んでいます。棚の中には照明が設置されていて色鮮やか。とにかく飾り方が可愛いです。お店の中央にあるテーブルの上にもこんな飾りがあって、全体的にとても落ち着いた中に可愛らしさがある素敵な空間でした。この長いテーブルもオリジナルのオーダー家具なんでしょうね。さて、このお店で夫が注文したメニューがこちら。これ何だと思いますか？コーヒーシルコです。アイスコーヒーの中にこしあんと白玉が入っています。こういうメニューがあるということは聞いていましたけれども、実は夫も私も初めて試す味でした。一口もらったんですけど、コーヒーとあんこって合うんですね。冷たい大人のデザートという感じで、この日はとても暑かったので、あっという間に完食していました。そして私が注文したのはこちら。季節限定メニュー、いちじくパフェです。美しいです。ここにも赤い色、華やかですね。紙ナプキンにもお店のロゴがあります。お皿も可愛いですね。美味しいスイーツに満足してすっかりくつろいでいました。この日の朝は東京にいた私たちが今こうして広島の街の有名喫茶に座っているというのもちょっと不思議な感覚なんですが、旅行に出かけてその街の老舗喫茶を堪能するというのも旅の醍醐味ですよね。すっかりくつろいだ後、この日はこれでお店を出ました。外に出ると夕暮れ時でした。というわけで広島旅行の第1日目で朝日コーヒーサロンさんを堪能しました。そしてなんと私たち、このお店があまりに落ち着いて気に入りすぎて、旅行の最終日にもう一回行ったんです。旅行を終えて東京に帰る日、午前中、お土産を買ったりした後、また訪れました。この日は日曜日のお昼時ということで、ほとんど満席状態でした。ここでお店のメニューをご紹介します。これがメニュー表。木で作られた表紙になっています。オムライスやドリア、ナポリタン、カレーセットなどの他に美味しそうなトーストメニューが豊富です。シナモントーストセット、小倉あんトーストセット、アボカドトースト、卵と梅しそサンドなんていうのもあります。さらにモーニングセットもたくさん種類があって、中でもユニークなのがこの健康モーニングセット。トーストの上に大葉と納豆がトッピングされているんだそうです。これはちょっと食べてみたかったですが、11時半までのメニューということで、すでに時間が過ぎていました。私が食べた季節限定のいちじくパフェ。このページはフロートですね。ロコモコなんていうのもあります。ご覧いただいたように、ここのお店はデザートとお食事メニューがとても豊富でした。軽食喫茶というにはそのメニューの豊富さで洋食レストランと言ってもいいくらいなボリュームです。この日は日曜日のお昼時だったんですけど、席はほぼ満席。そして
皆さん何かしらのお食事を注文していました。やっぱりたくさんの人たちに愛されているお店なんですね。私たちはこの美味しそうな抹茶のかき氷とアイスカフェオレを最後に頼みました。相変わらず暑かったんです。これで広島ともお別れという時に、またこのお店でゆっくりくつろぎながら名残を惜しみました。そろそろフライトの時間が迫ってきたので、お店を出ようとふと伝票を見たら、この伝票もお店の名前入りですね。裏にはこんなキャッチコピーがありました。心送ります。広島の朝はアサヒコーヒーの香りから。ちょっとナレーターっぽく言ってみました。このアサヒコーヒーサロンさん、1950年に現在のオーナーさんのおばあさんがこの広島で創業されて、2019年に引き継がれたんだそうです。創業者の方も女性でいらしたというのが、なるほど、このお店の可愛らしさとかインテリアやメニューの品々にまで何か母性的な心配りを感じたんです。しっかり落ち着けて味わえて、そして満足できる空間、つまりはあらゆる面で行き届いているお店、そんな印象を持ちました。その証拠に私も夫も旅行中すっかりくつろいで、こうして2回も来店したわけですから、もしまた広島に来ることがあったら必ず来たいと思うお店でした。その時にはぜひモーニングの納豆トーストにチャレンジしたいです。お店のウェブサイトにはその歴史なども書かれていて大変興味深いです。概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。ということで、喫茶店巡り第6弾。今回は旅行で出かけた広島の街で70年以上にわたって人々に愛されている老舗喫茶店アサヒコーヒーサロンさんをご紹介しました。少しでもこのお店の魅力が伝わっていたら嬉しいです。この YouTube の他にポッドキャスト、ブログ、ノート、インスタグラム、X もやっています。それぞれ気に入っていただけましたら、いいね、好き、高評価、フォローをぜひお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた次の配信でお会いいたしましょう。とはいえでした。